ルール無用3連 LC ジャンプタイムアタック。ブリッジなしの JCJC を半時計回りに3周する競技で、前回サスペンション搭載マシンで 5.13 秒を記録した。サスペンション搭載とは言っても、低反発スポンジタイヤの切れ端を使った簡易的なものなので、ジャンプの着地性能は今一つだった。今回は違う種類の衝撃吸収システムを開拓しようと思う。ラジコン。身近なサスペンションといえばラジコン。以前改造したこちらのマシンには、こんな感じのサスペンションがついている。バネがついているだけのシンプルなタイプで、摩擦力以外の減衰がないので、路面によってはこんな感じでぴょんぴょん跳ねてしまう。一方こちらは、オイルダンパー、と呼ばれるタイプ。内部に専用のオイルが封入されていて、しなやかな着地を実現している。すごく雑に言うと、オイルをかき混ぜる際の抵抗で振動を減衰させ、空気の抵抗が利用できるのでオイルに比べると減衰に不向きな特性だけど、オイル漏れ事故が起こる心配もないし、入手性が良いので使いたい放題なのも旨味。作戦概要。粘性が低い空気で抵抗を高めるには、かなりの速さで空気をかき混ぜる必要がある。サスペンションのストロークと連動して、羽を高速で回転させる、的な機構を作りたいのだけど、どうしても複雑になってしまうし、ミニ四駆の足回りには収まらなそう。何かシンプルに衝撃を回転に変換する仕組み、的なものがないかと調べていると、ブルブルシステムというものにたどり着いた。この機構、車軸にフリー回転するウェイトを搭載し、衝撃を回転運動に変換することで羽を抑える仕組みらしい。このブルブルシステムと空気抵抗を組み合わせることで、着地の衝撃を一旦回転運動に変換。その回転運動を空気抵抗で減衰させる、という仕組みが作れるはず。というわけで開発を開始する。先駆者を参考に車軸の下にウェイトを配置。これに合わせて羽を作れば、3D データ完成。小さいので一瞬で完成してしまった。3D プリンターで召喚。アッセンブル。かける4個。タイヤと組み合わせるとこんな感じ。これを、こちらのマシンに、インストール。もう一丁。この機構を、回転ウェイト式衝撃変換空気減衰システム。通称、ブルブルエアー、と名付けよう。落下テスト。こちらのノーマルマシンと比較してみる。このマシン、先ほどのマシンのタイヤを元に戻したのではなく、なぜか同じマシンが3台あるのだ。まずはノーマルから。結構跳ねているように見える。次はブルブルエアー。明らかにさっきよりも羽が小さくなったぞ。しかしながら、シンプルに重くなった影響の可能性もあるので、テープでブルブルエアーの回転を無効化してみた。これで再度比較してみよう。ノーマルと同じくらい跳ねているように見える。並べてみるとこんな感じ。ブルブルエアーだけ羽が小さい。これは期待できるぞ。実装。せっかく回転無効化のテープをつけたので、まずはブルブルエアーなしで走らせてみる。スイッチオン。ゴー。そういえばノーマルモーターだと速度が足りないんだった。やはり引っかかってしまう。なんと、タイムは 8.07 秒。そして逆さまのまま逆走。まあそうなりますよね。トルクチューンに乾燥してリトライ。スイッチオン。ゴー。1回目。2回目。スローで見ると、1回目は右ローラーを軽く引っ掛けつつ通過。2回目も似た挙動だけど、着地で跳ねてアウトリフト。そのまま吹っ飛んでしまった。次はいよいよブルブルエアーの回転を解禁。スイッチオン。ゴー。1回目。2回目。よし。タイムは 4.88 秒。5秒を切ったぞ。スローで確認。1回目は右フロントを当てつつクリア。2回目は綺麗にコースに着地。3回目もややフロント下がりだけど良い感じに着地。
4回目はまたしても右側が乗り上げ、そのままコースアウト。どうやら右側に飛ぶ傾向があるので、右リアのローラーを小さいものに交換。これでまっすぐ飛ぶようになるはず。スイッチオン。ゴー。1回目。2回目。3回目。4回目。5回目。これは、電池が減ったからかタイムは落ちたけど、全く飛び出す気配がないぞ。着地の羽はかなり小さく、コーナー進入時には安定した状態になっている。これにて終了でも良いのだけど、ちょっと気になることが、このシステム、ウエイトが真下にある状態で綺麗に着地すると、うまく回転力に変換できないような気がする。ので、3D プリンターで追い召喚し、磁石を圧入。これをシャーシの下に装着。ウエイト側にも磁石を仕込めば、こんな感じで、ウエイトの位置が真下にとどまりにくくなる3段。これにボディをつければ、磁力オフセット回転ウェイト式衝撃変換空気減衰システム。通称、マグネットブルブルエアー。完成だ。ここまでボディなしだったけど、コースアウトする気がしないのでつけてみた。スイッチオン。ゴー。と走らせてみたものの、そもそも磁石を仕込む前から安定していたので、何の検証にもなっていないことに気がついた。ここは速度を上げてタイムを更新してお開きにしよう。トルクチューンより速いモーターといえば、全チューンモーター。なぜかハイパーダッシュが見つからなかったので、こいつで記録更新を狙う。スイッチオン。オン。音変。ゴー。あ、やっぱり。ピニオンを交換してリトライ。スイッチオン。ゴー。早い。いけるか？タイムは 4.75 秒。最後のジャンプ。右ローラーが壁に引っかかったままコーナーに突入。万事休すかと思いきや、ウェーブで弾かれ、空中を舞いながら執念のゴール。これが干支の力。今回は衝撃を回転力に変換する仕組みと空気抵抗、そして磁石を使ったシステムを開発。ジャンプの着地性能は優秀だったけど、ローラーが乗り上げて吹っ飛ぶパターンも多かったので、今後は着地の性能だけでなく、不安定な状態でもコースに収まる方法や、まっすぐ飛ばす方法なども同時に開拓する必要がありそう。おまけ。突然ですが、皆さんはこちらのシステム、ブルブルエアーをご存知でしょうか？このシステム、車軸に装着された回転ウェイトに搭載された3枚羽が、回転に伴って空気抵抗、ドラッグを発生させ、エネルギーを減衰し、跳ねにくくなるという売り文句ですが、実際には、伝説のシステムです。伝説って